こんにちは。今日はベトナムハノイに向けて成田空港にやってきました。行きは直行便でベトジェットでノーバイ空港に向かいます。バイは直近に予約したので往復で23,390円でした。格安空港なので荷物は細かく料金取られます。今回行きは手荷物のみの7キロです。さっきのチェックインカウンターで重量チェックで札をつけます。サイズは測られませんでした。私は手荷物サイズのキャリーケースですが、その他に肩掛けバッグを持っていますが、そちらはノーチェックでした。朝ごはんを食べてないのでゲート近くの吉野家でと思ったのですが、8時から仕方ないので新しくできたというフードコートに来ました。段は高め、飛行機見ながら食べられるのは良かったです。搭乗ゲートはここ。機内調整で出発遅れるようです。これ注意。ベトジェット、この中に入ってまたもや荷物チェック。着込んで軽くしたりポケットで調整したの戻してるとお金取られます。でも身につけてるバッグ等はノーチェックです。搭乗レビューのブログでは他の格安空港より厳しいとよく書かれていますが、搭乗ゲート通ってからチェックされるのは珍しいですが、小さな肩掛けカバンやウエストポーチは含まれない。明らかにサイズは大きいのは別として、キャリーケースが1センチくらいサイズオーバーでもダメってところもあるので、私はそういう意味では全然緩く感じます。んだ、これで日本ともしばらくお別れです。ベトナムから戻ってきて少しずつ編集し始めました。これから毎週火曜日ベトナム旅行をアップしていきます。これから行こうかと思っている方、海外旅行好きの方、ベトナム好きの方、ぜひご覧になってみてください。野外活動部は山と旅を行きやすく行った気になる動画作ってます。登山や旅行好きはぜひチャンネル登録よろしくお願いします。機内は他空港会社とほぼ変わりません。機内食はもちろん格安空港なのでついてはいません。持ち込みは特に厳しくはありません。特に強く匂いを発するものでなければ普通に食べていても何も言われません。もちろん飲み物も何も言われません。機内食メニューはこんな感じです。周りはカップ麺を食べている人が多かったです。飛んでる間はほぼ消灯していて、4回ほどこのように帰る時間が現れます。乗車時間は6時間半なのでヨーロッパ行くほどではないですが、モニターもないので特に映画などもなく娯楽もなく長いフライトでしたが、いよいよベトナム上空です。ベトナムは長細い地形なのでハノイは北部中国に近いですね。以前はホーチミンに行きましたが、そちらは南部。文化や気候が違うらしいですがどうでしょうか。空港からは公共交通機関でハノイ市街に向かいます。そちらの方は別編で、空港とハノイ市街の間をバスで移動するバージョンとタクシーで移動するバージョンをお送りしたいと思います。実際行くって時とても参考になるかと思います。はい、着陸しました。ハノイの気候来る前に調べてきたんですが、春だということだったんですが、実は今日めちゃくちゃ寒いんです。降りてびっくり。春でハノイだしちょっと暑いのかなと思って薄手の服装ばかりできちゃったんですよね。なので帰る頃には風邪をひいてしまいました。まだ帰ってからも風邪が治らず少々鼻声ですみません。はい、ノーバイ空港到着です。飛行機乗った瞬間、異国の匂いでベトナムの匂いがしましたが、向こうは特に何も感じませんね。飛行機から降りたのでこれから入国審査です。最後にそちらの様子をご覧ください。その前にベトナムトイレ紹介です。比較的国内どこも綺麗な方ですが、トイレットペーパーはそのまま流せず横のゴミ箱に捨てます。でも癖でついつい何度か流しちゃっていました。入国審査はコロナの影響もなく簡単です。とにかく混雑、奥に行った方が空いています。ベトジェットエア乗り心地は特に何も問題なく、ベトナムの LCC として日本とベトナムを安くつなげてくれ、ベトナム行くには全然利用価値あると思います。では今日はこの辺で終わりにします。次回ベトナム編は空港市内間の移動、バスとタクシーのグラブの使い方です。ご視聴ありがとうございました。次回は金曜20時、登らなくても登れる山シリーズです。駿河湾と富士山の絶景をお楽しみください。次回の動画もお楽しみに。
チッとお願いします。できましたか？ここです、ここです。していただけた方ありがとうございます。またお会いできるのを楽しみにしています。